はい、皆さんこんにちは。今回の動画は前回のジュリア編でカメラカーとなっていただいていたアルファロメオミトのご紹介をしてみようと思います。このミトは四つ葉のクローバーが誇らしげな、その名もクアドリフォリオ・ベルデ、最上級グレードのミトとなります。現行のジュリア・ステルビオにも同名のグレードがあり、フェラーリエンジンを搭載する刺激的なモデルですが、このミトはどうでしょうか。ただのコンパクトカーとは一線を画す高級感のある内装と、走り好きも満足の走りをするこのクアドリフォリオ・ベルデ、その魅力についてご紹介をしてみようと思います。それではどうぞご覧ください。ミトはどうだ。ミトのオープナー、金属です金属だった。はい、159とかああいうやつじゃない。そうちゃんと金属だ。安心のマルチエアターボ、ベンチナ、多分燃料の燃料系もこんなんだよね。これ FPT って何でしたっけ。 FPT とはフィアットパワートレインテクノロジーズ、エンジントランスミッションなどパワートレインシステムの設計開発製造販売を行う企業の名前です。クラッチ交換したんだよなこれ。なんかクラッチフルードのここのケースが割れてるの分かんなくて、もうダダ漏れしてたらしくて、でクラッチなんか落としてたのよ。だからこれ大丈夫なのって言ったら、大丈夫とか言ってやってたら、いやもうクラッチフルードもなくて、もうクラッチいってますって言って。その距離でもう寿命だったってことですか。距離じゃなくて、多分これちゃんと早めに直してれば大丈夫だったんだと思うけど、だからイオンがし始めてた時にちゃんと見ててもらってれば治ってたと思うのよ。このタンクがじゃあ持病だったりするんですか。そう。じゃあ他のミトもたまに可能性はあるかもしれない。なんか159とかこれが割れちゃう。ジュリエッタかな。でも多分ね、このリザーバータンクはね、アルファロメオ全体である程度割れると思うよきっと。他の車種だって聞くもんだって、やっぱ樹脂部品は良くないんだと思う。正直本当アルファロメオプラスチック好きですよね。大好きこれが金属なのが奇跡的ですねタービンはどこにあるんだ。どこだっけな、なんか水冷とかにあったと思ったんだよね。この下にありそうですね。多分この遮熱板があるからこれです。ノーマルの普通のマルチ A じゃないやつとのタービンとは違うんだと思う。じゃあトラブルっつうとそのクラッチぐらいですか。今んとこクラッチぐらいかなんで、前の時にその配線抜けて配線をし忘れっていうのが一歩あって、それはちょっと異例というかでもなんか考えられないですよね配線が1本足りないって本当。でもこのデザインが 4C と一緒なんですよね。8C じゃない。いや 8C、ミと 4C みんな一緒なんですよ、デザインが。ウォルフガング・エッカーだ。名前忘れましたけど、ウォルフガング・エッカーだ。ドイツ人だよね。あの頃まではまだチェントロスティーレがちゃんと機能してたんだよね。これだってこんなちっちゃいサイズなのにすごい抑揚が。ジュリエッタ初めて見た時も思いましたけど、だって国産だったらやっぱこう車内のスペース確保するためにもうちょっとこう広げるじゃないですか。ここが膨らんでてさらにここがそう後半絞ってますもんね、ギュッと。だから小さく見えるんですよね、でも実は意外と大きい。 4C より長い。変えたのってホイールぐらいだよね多分。でも実際ノーマルのホイール18インチだから。アッソ、これはアッソの。じゃあお邪魔します。これフローマットはクワドリ専用とかですか。
クワドリ専用なのかな。これも中古で買ったから分かんないんだけど、初めからついてたやつだから。なんかアクセサリー関係はいろいろ初めからなんか変わってたから、多分このシフトブーツとかも違うんじゃないかな。純正じゃないと思う。ミトって書いてある。そう。かっこいいっすよね。コンパクトカーとは思えない。うん。まさしくこうなんていうの、このシートに合わせてちょっとプレミアム化したみたいなはいはい。ところはあるよね。カーボン調の。じゃあ行ってみます。です。お願いします。はーい。窓を閉めます。どっちでもいいです。右往来です。あんまり今日は飛ばさないで。ああ、もう安全運転でお願いしますエンジンは 1.4 のマルチエア。マルチエアでクワドリだけ、マルチエアって感じなのかな。だから170馬力出てる。170ノーマルで。ノーマルで。ジュリエッタの 1.4 と同じですよね。そう。と何でしたっけ、コンペティツィオーネとかあの辺と一緒だと思う。はい。でもマフラーとか変えてます？変えてない。それでこんな音するんですか？そう、こんな音。まあ窓閉め切ってる割にはまあまあの音かな。いい音ですね。多分普通の 1.4 の方がここまで音しないと思った。DNA で、まあ今 DA だけど、今ダイナミック。やっぱ D にした途端急に性格変わるからね。アクセル入れてる時に D ボタンにするとなんかもうちょっと怖いもん。危ない。でも瀬田さんの前ジュリエッタのコンペティツィオーネとまた全然音も違いますね。足もなんか全然違う感じだな。やっぱこっちの方が小気味よく曲がりますね。とは思う。多分やっぱホイールベース短いからだとは思うけどね。まずでも案外ボディサイズってそんな変わんないですよね。いやちょっとはでかい。ジュリエッタの方がもちろん大きいんですけど、ミトってこう丸っこいからすごいちっちゃく見える。チンクみたいに。だって4メーターしかないからね、全長ね。4メーターですか。4メーター7センチかな。じゃあ 4C より大きいじゃないですか。4C4 メーターないですよあれ。マジで3990ですちっこいんですよ。でも粘る足だし、足も何もかもノーマルです。ノーマルのはず。これでやっぱクワドリだからかな。ちょっとクワドリはなんかやっぱ変わってる点はあるとは思う、全然違うと思いますね。前実は別のミトに乗ったことがあって、多分それクワドリじゃないミトなんですけど、ハードディスクがぶっ飛んでデータ消えちゃって動画にできてないんですけど、なんか、タイヤもあるとは思うけど、なんかえらいキュッて曲がるんだよね。そうですね。結構なんかタイヤの空気圧高めに張ってるような乗り味ですね。昨日ちょっと 2.4 で全部調整はしてきたけど。でも2.4 ぐらいですね。普通っちゃ普通の。これちゃんとちょっと失礼な言い方かもしれないですけど、一丁前に左右でもうセパレーターですね。左右で温度変えられるんですね。にはなってるけど、大して変わってねえんじゃねえかなとは思うけどね。何気にミトをまじまじ見たの初めてなんですよ。うちの嫁もミト2代目だからね。これクワドリご利用で。前は何の？前は白いやつ持ってて。クワドリじゃない。ビアンコの。いやクワドリで。クワドリで。クワドリ一択なんですね。
クアドル一択みたいな、なんかトルク感がやっぱりノーマルのミトの方が、伸びはあるって、でこっちの方がトルク感を感じるって言ってた。だから170馬力って15馬力アップしてても、なんか馬力感というよりはトルク感がアップしてる感じっていう人の方が多いと思う。これ全然違う。でも面白くないな俺はやっぱり。もっとジュリアのダイレクト感を知っちゃってるから。それはそうですよ。なんか作り物のなんかステアすごい軽いのよ。いやそれはジュリアと比べちゃミトがかわいそうですよ。まあね、ダイレクト感は絶対的に向こうの車の方が強いんでそうです。なんかこの作られたようなスポーツ感っていうのがね。いやでも頑張ってると思いますね、アルファロメオ。それはまあ思うんだけど、もう多分この辺ぐらいの車だと結構頑張ってた方じゃないかなっていうのはあるけど。いや思いますよ。これ何年式ですか？2000。これ2000いくつだっけな。ちょっと後で調べてみないと分かんないけど、もうだってもう15年とかそれぐらい経ってますよね。もうその頃になっていくともう車がもう大きくて重くて、どんどんつまんなくなっていった頃に、こんだけキビキビ走る車。でもある程度女性をターゲットにしたと思うよ、そのアルファロメオとしては。それを思うのはこのセンターの軽さ、ステアリングのもうね、駐車するときにこうやっぱ真ん中になればなるほどこうステアって軽くなるはずじゃん。それがもうね全部軽すぎて分かんないよ。なるほど。そのぐらいステアリング軽くて、でなんか一回前のミトの時にそれ壊れたんだけど、なんかパワーステユニットっていうのがなんかあるらしくて、そのパワーステのその油圧のあれだけをやってるんじゃなくて、それをコントロールしてるユニットがあって、それがぶっ壊れたことあって。で重捨てになっちゃう。重捨てにはなんなかったけど、なんかエラーがババババババって出てきて、で D に入れてもすぐ戻ってきちゃうみたいな、N に戻っちゃうみたいな症状の時あったもんね、確か。パワーステユニットは壊れてそうなっちゃうんですか？なんかそんな感じもうエラーが出たことはあって、だけどまあミトってその前のミトはなんかちょっと外れくじ引いてたっぽくて、それやってもなんか治んなかったのよ結局。でなんかいろいろ調べてもらったら、なんか本来あるべき配線が一本足んなかったって出たさすがアルファロメオ。そう考えられないですよね。そうでそれやったら治ったから、それなのかなとは思うけど本来あるべき配線が一本足りないってどういうことよと思って。工業製品としてアウトですね。アウトだと思うよ本当に。だってそれが安全性に関わるもんだったらね。だって VGC とか全部切れちゃうんだもんね。だって恐ろしい、恐るべしアルファロメオここは使えないやつだまあアルファ仲間は多分こういうのあるあるって笑ってくれるけど、そうでもミトね、なんか話に聞くとその配線1本足りないはあったっぽい。なんか同じ症状出てる人聞いたことある。じゃあ悪い職人がいたんですね、いい加減な職人。なんだっけシエスタでお昼ご飯に家帰って奥さんとあれシエスタってそうらしいからね、そのお昼にいたしちゃう時間らしいから。そうなの。そうでヘロヘロになって帰ってきて一本配線忘れてるみたいなそれは、しょうがないですね。それがイタリア、まあそれがイタリアだからある程度外れくじはあるんだなと思うしかない。そうですねシートは6足だね。
あ、いや、シートシートこれそのさっきもちょこっと話したけど、ポルトナウフラウだとブレラ、もうそうだったかもしれない。ブレラもそうだし、スパイダー939のスパイダーも、まあ同じブレラ系だけど、だからフェラーリとかマセラティも使ってて、ポルトナウフラウで検索してくれれば、どっちかっていうと家具のそうですよね、やつばっかり出てくるからね。そう。よし、じゃあ交代しましょう。ありがとうございます。ちょっとほんとステアが軽いんでそこだけあれかな。はい。これか。重っ。ドア案外重いですね。はい。シート合わせてもらっていいですよ、もちろん。ギア比が相当刻んであって、一足はほんと使わないです。結構クロスしてる。クロスしてる。で上の方だけちょっと離れてる感じ。じゃあもうクルージング用に。そんな感じかな。ちょっとこのブレーキはあれだな、さっきジュリアのとかで感覚がこっちは今のところぐらいかな。でもシフトこくって短いからね、しやすさはあるとは思う。これは女性用っていうか、もう走り好きのおじさん用じゃないですか。クワドリはそうかもしんない。ちょっとでも怖いな、これお尻がぶって出そうですね。なんか逆に結構パイロットスポーツ5履いてるから今、粘る分ちょっとその辺の限界はちょっと難しいのかもしれない。ステアリングが確かに軽い。でも楽しいですよ、これも十分。ちょっとジュリアの先に乗りたかったですね、ジュリアに。なるほどね。ちょっと感動しすぎて、さっきジュリア十分。でもこれは楽しいですね。クイックさもアルファロメオらしい。OC ってあんまりクイックじゃないですよ、ステアリング。そうなんだ。もともと重せなのもあるとは思うけど、久々このそんな切ってないのにそんな曲がるんだっていう感覚。ブレーキこんなもんなんですか？なんかすごい遊びがある。でもそれはもうある程度元からこんな感じだとは思う。気持ちいいな、これ。ある程度グリップに任せていけちゃうからね。もうジュリアに乗ってるとさ、もうその荷重移動でどうやってとかいろいろこう感覚を研ぎ澄ませなきゃなんないけど、これもうグリップだけ考えてればいい感じで曲がれるから、楽っちゃ楽なんだけど、ちょっと足がなんていうの、硬いというか、しなやかさがアルファロメオにしてはなんかスポーティーだから、結構締め上げてるじゃないですか。だとは思う。アルファロメオっていうともうちょっとしなやかにロールして曲げる感じ。ね。これ割とロールどうなんだろう。そんなまだ出してないからか。でも一回リフトの下潜っても見たけど、車高調とか入ってるわけでもないから、これがノーマル足なんだと思うんだよね。クワドリとノーマルが普通のマルチエじゃない方がどのくらい違うのかっては分かんないんだけど、車高が高いからか、すごいロールを抑えてるかもしんないね。
それはあるかもしれない。縮みが多分硬いですね、縮みがそう。伸びはいいんですけど、だからそうですね、ロールもしにくいのかもしれない。まあでもこういう峠で遊ぶにはちょうどいいのかもしれないけどね。しっかりこの剥げ具合が多分それあれなんだよ、カッティングシート貼ってあるだけなんだよね、きっとね。その剥げ方を見ると塗ってあるわけじゃなさそうな。骨がむき出しになってるみたいな。そうなんだ。いや、もうちょっとステアリング金かけろよと思うけどね、本当に。カッティングシートっていうか独特な塗装じゃないですか。なんかね、そんなこう膜状になってこう後で剥がれやすくなっちゃうパターンの。よく古くなるとベタベタになると、あるじゃないですか。まあだから水戸ももうそういういろんな意味での劣化が来る時期なんだなっていう感じはするけどね。ダブルシボンとか使ってるわけじゃねえのにさ、これ多分マクファーソンと多分またトーションビームとかそんなパターンだったと思うんだ確か。トーションビームっぽいなっていう思いですね。トーションビームなんて、まあ、言っちゃあれですけどしょぼい足回りなのに、そうしょぼい、まあ多分それで軽くしてるんですかね。かもしんない。やっぱジュリエッタより重量のバランスが若干フロント寄りな感じがして、でもその分なんだろう、グリップの限界さえ超えなければ、めちゃくちゃクイックですね。ただ超えた時のアンダーが強そうですね。それはあるとは思う、多分。ジュリエッタは多分それをなんだろう、電子制御のデフが入ってるんですかね、多分。それでこううまくまあごまかしてるっていうか、調整してる。ミラーがすごい見やすいですね。これちょうどリアのガラスに合う。この間これ全体ごと落ちてきたけどね。本当これごと？そう、これごと。これシートベルトのこのあれがあるんだけど、これごと全部ゴンと落ちてきて、でうちの嫁がなんかテープだらけで帰ってきてありがとうございます。はい、どうも。これが何十年経ったんだ、ジュリアから何年後ですか？あ、こんにちは。ご無沙汰してます。セルビー売っちゃいました。あ、売っちゃったんすか。あららら。で今何乗られてるんですか？ゴルフです。あ、ゴルフ。ゴルフのジーズです。なんでステルビーを売っちゃったんですか？腰の手術したんですよ。腰の手術を。でやっぱ車高高いのがきついとか。いやじゃなくて、当分飛ばせないなと思って。飛ばさなければいいじゃないですか。いや飛ばしたくなっちゃうんですね。アルファはちょっとやめました。やめたんです。じゃあ今はちょっとアルファロメオすみません、私に合わんかったんで。まあそういうのありますよね。あります。癖が強いんで。強いから。形とかで初めいいかなと思って入るんだけど、あと雰囲気とかもいいんだけど、乗ってみるとちょっと癖強いな。それで戻ってくる人も結構いますよね。戻ってくる人もいる。鮭みたいに。あ、トンボが止まってる。簡単な足として考えてるんで。白いのですね。ご無沙汰してます。どうもどうも。どうもお久しぶりです。1月2日ぶりです。もう本当にずっと。なんか本当に髪の毛変わったからわかんない。あれ車は？これ普通です。どこにいます？奥にベタベタの6万5千円で全塗装してもらいました。色変わったんですか？シルバーから水色になっちゃう。水色6万5千円。6万5千円。
ボロボロですよ。やばいっすねこの車高は。なんすかこのホイールかっこいい。めっあれなんちですよ。ちなみにエミーラも来ましたよ。ゃ買ったんすか？悪い大人たちに誘われて。あれは390ファイナあんなル。のもあれですよ。1週間も入れちゃって。悪い大人たちに言われてちょっと出したらちょっと下げてくださいって1週間取られて信州に行っちゃいました。で今エミーラ町。エミーラ置けないんで置いてあります。あもう行ってたんですか？うち置けますよ。うちも置けますよ。さすがに5台は置けない。スペアキー貸していただければ。なんか後でちょっとどかすように。ちょっとだけ動かすちょようにっと動かすように。1万ぐらいしてたりして、なんだこれって。すげえ。おお久しぶりです。ちょっともう行かないとそろそろ行けないんでまた。なんかシューシュー言ってるからなんだろうと思ったらトラックやろう。排気ブレーキですか？分担。いや久しぶりです。ちょっといろいろ忙しくて来れなくて1月2日以来です。あ、本当。いや、俺野田の中ぐるぐる走ってたんだけどやっぱりこの天気だしなと思ってお山行くかと思って麓の蕎麦屋さんがやってないはずなんですよ。まだもう今やってたの？いやいや今日は楽しいわ。ちょうどいいよねこれ陽気がね。そうですね。あれ主はどこ行ってますか？むしろあっち椅子広げてます。店開いてます。じゃあすみません、ちょっとそろそろ行かないといけないんでまたよろしくお願いします。じゃあすみません、そろそろ行かないといけないんで、はい、またよろしくお願いします。多分この調子で行くと俺また夕方まで入れそうなんで。いつもこう帰ろうとするとどんどん人が来るんで帰れないっていう魔のスパイラルで。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。